どうも、秀中です。お疲れ様です。突然ですが皆さん、電光超人グリッドマンをご存知でしょうか？ 1993 年放送のウルトラマンとか仮面ライダーほど知名度はない、どちらかといえばちょっとマイナーな特撮作品なんですけれども、この作品が2018年になって突然アニメとして蘇りまして、特撮のグリッドマンの方は私小さい頃に見てた記憶があって、ものすごく好きな作品だったんですけれども、今の若い子たちはそんな作品絶対知らんだろうし、今更グリッドマンアニメにして誰が見るんだろうなとか思ってたんですけど、アニメがめちゃくちゃ面白かったんですよね。その回もあってか、電光超人グリッドマンの方も知名度が上がってきているらしいです。で、アニメのグリッドマンが受けたんで、そのシリーズ作品として作成されたのがこちらのダイナゼノン。前作とは打って変わってグリッドマンは一切登場しないんですけれども、その代わりに電光超人グリッドマンに出てたダイナドラゴンをモチーフにしたダイナゼノンというロボットが登場します。そして今回モデロイドブランドから発売されたのがこちらのダイナゼノンです。こちらのキット2021年の11月発売で定価は7500円となっております。ちなみにこちらのダイナゼノンなんですけど、テレビアニメの放送中にいわゆるデラックス玩具的なものが発売されてまして、そちらはなんとお値段22,000円。かなり欲しかったんですけど、さすがに値段にビビって買いませんでした。私のようなデラックス版を買うのを諦めてしまった人にとっては、今回のプラモデル化は非常にありがたいことですね。いや、しかしこのパッケージやばいですね。かっこよすぎでしょう。捨てらんないですよ、これ。モデロイドの特徴として、いつもの上下に開く箱じゃなくて、こういう、なんていうんですかね、中に物が入ってる別体の箱があるタイプの箱っていうんですか？ちょっと特別感ありますよね。お店で中身が確認できないっていう弱点もあるんですけれども、他との差別化っていう意味ではいい仕事してるんじゃないかなと思います。なんかすごいですね。ランナー数がとんでもないことになってますよ。すげえ、下から下からどんどんランナーが出てくる。うわー、はははは。すっげえ部品量。ランナー確認していきましょう。今回ちょっと数が多いんで大変ですね。はい、ランナー総数が26枚、ポリキャップが1枚とシールという構成になっております。ランナーの大半は ABS です。それからモデロイド恒例の一部の部品が塗装済みの部品となっています。ランナー枚数は非常に多いんですけれども、一個一個のランナーが妙に小さくって部品総数でいくと多分ランナーの数ほどはないんじゃないかなと思います。なんでこんな小さいランナーばっかりなのかちょっとわからないですね。もしかしたら大きい金型を使うことができなかったのかもしれません。一部塗装済みのパーツがあるっていう話をしましたけれども、塗りがあんまり綺麗じゃなくてですね、特にここのダイナーウィングのコックピットにあたる部分ですか、ここの塗りがちょっと粗が目立ちますね。気になる場合は自分で塗り直しちゃった方がいいかもしれません。メーカーに連絡すれば取り替えてくれる可能性もありますけど、正直めんどくさいんで今回はこのまま組んでいきます。説明書によると、まずはダイナソルジャーから作ることになっているんで作っていきましょう。ランナータグがランナーの外に出てていい感じですね。文字が太文字だったらパーフェクトですけどね。さて、モデロイドといえば組む中で妙に部品を組みにくい部分があるっていうのが自分の中でのイメージなんですけれども、
今回のダイナゼノンはどんな感じでしょうかね。その辺も気にしながら組んでみたいと思います。ダイナゼノンの顔になる部品なんですけれども、こちら塗装済みになってますが、やっぱりこの部品も塗りが微妙に汚いですね。気になる場合は自分で塗り直しちゃった方がいいかもしれません。はい、ダイナソルジャー完成しました。いやー、ちっちゃくて可愛いです。サイズ的にはコアガンダムと同じぐらいの大きさになると思います。組んでる時に腰回りの部品が結構力入れて強引に組まないと組めなかったんですけれども、最終的には形になったんで多分問題なかったと思う。多分稼働に関してもかなり優秀で、ここは動くだろうっていう部分に関しては基本的には全部動きます。唯一ここ動かないよっていうのは腰ぐらいですかね。ただそもそものデザイン的な話で明確な腰ってどこなんだろうっていうのもあるんで、まあ腰多少動かなくてもそこは仕方ないのかなという気はします。続いてダイナウィングを作っていきましょう。ダイナウィングといえばゆめちゃんの機体ですけれども、私オープニングでゆめちゃんがダイナウィングを使って髪をかき上げてるシーンがものすごく好きで、あのシーンをつまみに酒をいくらでも飲める気がしますね。ダイナウィングは比較的パーツが少ないんでサクッと完成しました。塗装済みパーツなどの恩恵もあって組み立てただけでほぼほぼダイナウィングっていう感じに仕上がるので、特に不満はないかなと思います。回転テーブルにうまく乗ってないですね。続いてダイナストライカーを作っていきましょう。暦先輩、ニートの機体ですね。いいな、俺もニートになりたいっすよ。タイヤはゴム製ではなくプラスチック製となっています。塗装とかもすることを考えた場合はゴムよりもプラスチックの方がいいんじゃないかなと個人的には思います。スケールモデルと違ってそこにリアルさを求めるっちゅうのもなんか違う気がしますしね。はい、ダイナストライカー完成しました。今回全部で4機作るんですけれども、その中で多分このダイナストライカーが一番特殊なんじゃないかなという気がして、というのもダイナゼノン状態とダイナストライカー状態両方のスタイリングをキープするためにカバーパーツてんこ盛りなんですよね。なのでダイナゼノンに合体するときは今見えているカバーパーツを一通り取っ払って全然違う形状のダイナストライカーにして合体させるっていう特殊なことをします。ダイナストライカーつながりで手首の紹介をしておこうと思います。握り手、開き手、武器持ち手じゃないな。ダイナセイバー用の手が付属します。それぞれの手はかなりディテールは凝ってる感じがして好感度が高い感じですね。いやー、今日昼間ミニ四駆行ってきたんで疲れちゃって、もう酒でも飲まないとねプラモデル作れないっすよ。ミニ四駆やってるとプラモデルの方に全然力が回んないっすね。最後にダイナダイバーを作っていきましょう。ガウマさんの機体ですけれども、ガウマさん結局最後まで何だったのかよく分かんなかったですね。ミサイルの部分は塗り分けされててハッチの展開も可能になっています。ダイナダイバー完成しました。さっきも言いましたけれどもミサイルハッチは展開可能です。この状態だと他に特にギミックもないんであんまり話すことがないな。合体させましょう。それでは合体させていきましょう。結構複雑なプロセスなんで説明書なしにやるのは無謀だと思います。よく説明書を読みながら進めていきたいと思います。
合体完了しました。ダイナゼノンです。うわー、かっけー。やっぱ合体ロボットは男のロマンっすよ。合体のプロセスに関しては腰の部分がはめた後にスライドさせるっていうのに気づかなくてちょっと四苦八苦しましたけれども、1回体験しちゃえば多分2回目は説明書なしでもいけるんじゃないですかね。稼働に関してもかなり優秀で、腰が全く動かない以外には特に不満点はないと思います。実は縦膝をつくこともできたりしてよくできてるなっていう感想です。ダイナレックスに変形させてみました。翼を思いっきり広げる関係でかなり大きいです。場所取ります。いやしかし4体合体からのさらに変形してドラゴンモードになるとか最高じゃないですか。ちなみにダイナゼノンからこのダイナレックスに変形させるためには1回バラバラにする必要があります。あとこの最高にかっこいいドラゴンを前にしてこんなことは正直どうでもいいんですけど、尻尾は動かないです。はい、そういうことでモデロイドのダイナゼノンでした。これだけスタイリッシュで合体変形をバッチリこなせるプラモデルを変えるっていうだけで正直個人的にはすごく幸せです。一方でですね、プラモデルとして見た場合には合わせ目が結構多いです。あと塗装済み部品の塗装があんまりいけてないです。それから一部非常に組みにくい部分があったり、パーツの合いに関しては決して優秀とは言えません。そして今回このプラモデル組んでて一番の不満点がランナーが多すぎる。部品が多いんじゃなくてランナーが多いんです。なんせランナーを表す記号が A から Z までありますからね。こんなにランナー多くする必要は正直なかったんじゃないかなと思います。探してる部品がなかなか見つからなくてランナーの森で迷子になりましたよ。と細かい不満はないことはないんですけれども、このキットの遊び方って多分綺麗に塗装して仕上げるとかそういうことを考えるんじゃなくて、もうガシガシ変形合体させて頭空っぽにして楽しむっていうのが正解だと思うんで、この動画を見て気になった方はぜひ購入いただいてですね、合体変形させてやっぱり男のロマンだなーって言って遊びましょう。といったところで本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。次回は長谷川バーチャロンガラヤカか全塗装したフェイエンをお送りしたいと思っていますけれども、予定は未定です。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。